格差社会よりシビアな階級社会へと変貌し、理不尽な世界になってしまった。有利のマインドセットの有利です。私のチャンネルへようこそ。今日は1億総中流社会から1億総転落、地獄へ落ちた貧国法治大国をお伝えします。不安な気持ちはいろいろな言葉で表現されます。悲観する、絶望する、心労を感じる、気がかり、胸騒ぎ、動揺、憂慮、不安視する、危ぶむ、懸念、危惧、不安はこの先何か困ったことになるのではないかと心配する気持ちです。それなのに不安を言葉に表すとこんなにたくさんの言葉があるのです。一言で不安といっても千差万別ということですね。しかし共通するのはわからないこと、知らないこと、予測できないことに対して心配に思う気持ちです。友達といるときは平気だけど、みんなと別れて一人になったとき突然不安になる。正社員じゃないのでいつリストラされるのじゃないかとビクビクしてる。恋人と喧嘩してこのまま別れてしまうかも、私のこと嫌いになったかもと心配になる。新しくチャレンジしようと思うことがあるけど失敗したらどうしようかと不安になる。子供がジャングルジムの上で遊んでいて落ちるのじゃないかとヒヤヒヤする。すべてまだ起きてないこと、起きるかもしれないことに人は不安を感じています。しかし人々の心配のうち 97% は起こらないという統計結果が出たりもしています。なので気憂に終わるなんて言葉もよく使われますね。心配事の中には準備をしっかりすることで解決することもあります。受験とか面接とかそのことについて事前の対策をして繰り返し練習することで心配の必要がなくなります。難しい手術をするとき、事前の練習をしたり、カンファレンスをすることで失敗のリスクを回避します。カンファレンスとは会議や協議会を意味するものです。医療ドラマなどでよく耳にしますが、専門家が数十人以上で集まる大規模な会議です。医療だけではなく、福祉の現場でもカンファレンスが行われます。事前に話し合っておいて、どういった対策をするのが最善かを共有しておくことがいかに大切かということです。私たち人間で不安を1ミリも感じない人は存在しません。みんな不安を感じます。その不安をいかになくすかを誰もが考えています。老後2000万円問題などを最近は耳にしますね。年金も年々支払いは増え、自分がもらえるようになる時期はどんどん遠くなり、もらえる金額も年々減っています。終身雇用制度がなくなり、退職金も当てにできなくなりました。それなのに私たちが老後暮らしていくために将来に向けて2000万円も貯金しないといけないと政府は発表しました。しかし給料の昇給もなかなかなく、低賃金で働かないといけない上、物価はどんどん上昇します。消費税も増え、最近はスーパーで買い物をするたびに支払う金額に驚かされます。贅沢品を買わなくても日々生きていくために食事をしないといけません。現在は正社員で働いているのに日々の生活がカツカツなワーキングプアという言葉も聞きます。私が子供の頃は日本人の多くは中流家庭だと思い込んでいました。1億総中流階級と歌っていました。景気が良く給料はどんどん上がり、買いたいものはちょっと頑張れば高級品も買えるという時代だったと思います。それが崩壊しだしたのがバブル経済が弾けた頃です。2021年に週刊ダイヤモンドが特集した新階級社会、上級国民と中流貧民で日本は格差社会よりシビアな階級社会へと変貌し、理不尽な世界になってしまったという話はとても衝撃的でした。1億総中流階級の人たちは1億総転落したわけですから、地獄に落ちたようなものです。この状況で老後資金2000万円を貯めろとは無理を言うにもほどほどにしろという怒りさえ感じます。日本は今や貧国法治国家になっていることを国民も政治家も理解できず、未だ経済大国と思っているのでしょうか。国会はカンファレンスより大きな会議なのに、このことについて放置され続けたのは遺憾ですね。とにかく私たちはこの貧国大国で生きていかないといけません。お金で愛や幸せは買えませんが、最低限の生活ができなければ人の心はすさみます。自分が生きていけるのかわからないのに他人の心配はできないというのが正論でしょう。昔と違って理不尽な状況も増えつつあり、日本はストレス大国に成長してしまいました。準備をしてなくすことのできる不安もありますが、準備をする環境になければその不安を払拭することすらできません。お手上げになりつつある社会で不安をなくすのはかなり難しいでしょう。それでも行動をなくして未来はつかむことはできません。今2000万円の貯金をするのは私も無理です。でもそのまま不安な未来に向かったレールの上を走るだけでは将来を変えることはできません。不安な将来ではなく未来に花開くように少しずつ自分を変化させていきましょう。
すぐに変わることはできないので、まず今の生活を安定させることから始めましょう。収入を増やすには支出を1円でも減らすことが大切です。まずは1円単位で見直しをして、もしできるなら自分の得意分野を生かして副業をして収入を2万円、3万円と増やしましょう。得意なことがないと思う人も、今まで生きてきて人から褒められたことはないですか？自分は気づかなくても他の人は気づいていることが多いのです。褒められたこと、それがあなたの得意なことです。私はタクシーの運転手さんとお話をするのが大好きです。タクシーの運転手さんは多種多様なお客様を乗せるので、いろんな知識を持っていて、お話しすると私の見識も広がると思っています。目的地まで連れて行ってくれて、一人で乗っても話し相手になってくれる、なんて良い仕事なんだと思っています。タクシーの運転手をやりたいと思ったこともありますが、女性がやるには危険度が高い職業だったので諦めました。若い頃、タクシーの運転手さんに目的地に着いた時に、こんなに話したのは久しぶりです。メーターを止めるので、もう少しお話できませんかと言われ、タクシーの中でそのままお話をしたこともあります。そして話が終わり、私がタクシーから降りようとした時に、あなたと話すことができてよかったです。心が軽くなったと言われたことを思い出しました。それがカウンセラーの仕事を始める始まりの章だったのだと感じます。人との会話は子供の頃のトラウマがあって苦手と思い込んでいましたが、長い年月でいつの間にか克服していて、実は得意になっていたのには自分でも驚きました。できる人は少しずつ生活を上げていきましょう。今どん底にいる人もいると思います。そういう人はまず最低限の生活を目指してください。日本の福祉は自分から助けを求めないと助けてくれません。まずは貧困から抜け出すために何をしてもらえるのかを調べましょう。知らないせいで本当はもらえていたかもしれないお金をもらえていない人は多いと聞きます。調べることはただなので惜しみなく使いましょう。市役所には相談窓口もあるので相談すると教えてもらえます。闇の沼で溺れているあなたはまず何かに捕まって息を吸ってください。そして岸に上がり栄養をとって睡眠をとって体を休めて、そこから行動に移ってください。不安な未来はあなたの前に立ちはだかっているかもしれません。でもあなたが一歩を踏み出さないと未来へは進めません。あなたの未来は誰かが用意してくれるものではありません。あなたの小さな一歩は将来大きな一歩になっているかもしれませんよ。まずできることから少しずつ、焦らなくても頑張らなくてもいいのです。あなたのペースでやりましょう。今日は1億総中流社会から1億総転落、地獄へ落ちた貧国法治大国をお伝えしました。もし役に立ったらチャンネル登録をしていただくと励みになります。通知設定をオンにして最新情報をお楽しみください。次回の動画もお楽しみに。私と一緒にポジティブな私になりましょう。